ある種の恩返しみたいなところはあると思います。地域のそういった焼き物として私たちは生きているという側面があるので、草津の中で一つのアイコンになれるような存在になることで、やはり草津に対してもいろいろな恩が返していけるのかなと思っていますし、そういった一つの焼き物として定着していきたいなと思っていますね。
父が陶芸をしておりましたので、陶芸家になるという選択肢自体が思い浮かびやすいその環境にあったと思います。高校を卒業した後に京都で陶芸を学ぶような進路に選んだんですけれども、もともと土遊びが好きだったというのも前提にありますね。単純にその土でものづくりをしていて、でなんとなく将来陶芸家になりたいなという思いがあって、でそこで何というんでしょうか、作ったものが例えばそういった学生の市の美術展とか、そういったところで賞をいただいたりすることがあったりして、陶芸家をやりたいなと思うそのきっかけというか、そういったものになったような気はします。父からは全く陶芸家になれとか言われたことはなかったんですけれども、ただ見ていて自分で仕事をコントロールして、自分で作ったものでもって生活をしていくという、そういったものというのは一つ憧れというのはあったと思います。であとは高校在学時ですかね、自分の性質みたいなのに徐々に気づき出すというか、社会に出て週5日6日ぐらい決まった時間に働くというのが自分ができるかどうかというのは結構疑問に思えてきたところもあって、決まった時間に起きてとかね、そういったのが非常に苦手なタイプだったので、そういった中で自分が打ち込めるものとしては陶芸があって、ならば自分もそこでやってみようというような選択肢を取れたんだと思います。土の性質として鉄分が多いというのがまずあるというところです。で白い器に関しても少し下地から鉄分が浮き上がってきていろんな複雑な模様を生んだりしますし、全てにおいて鉄分が介在して色が発色しているということですね。草津での焼き物というのは私たち一軒だけでして、ただ草津の地での焼き物というのは決して今ポコンと生えてきたわけではなくて、だいたい7世紀の後半ぐらいに末木という現象的な焼き物が草津で焼かれていたんですね。大津峡が都にあった時代に焼かれていた焼き物ではあるんですけれども、例えば立命館大学の地下の階段を降りた後に遺跡が残っていまして、でそういった遺跡でも製鉄を作るそういった炉と、あとは焼き物の窯の跡が残っているんですが、そういったところで焼かれていたような焼き物に使われていた土ですね、そういったのを混ぜながらやっているような形です。ここから後に続く方々が出てくるかどうかは分からないんですけど、そうなったら嬉しいなとは思いますし、今取り組んでいることとしてやはり草津焼という私たちが作るものをまず草津の中にも、あとは草津の外にも広めていくことによって、そこで草津を好きになっていただいたりとか、あとはそこをめがけて外から来ていただいたりとか、一つのブランドとして一つ明確なものにしていければいいかなと思っております。草津という名前が出た時に皆さん草津という時結構皆さん疑問符が浮かぶというか、草津ってどこだっけみたいな感じで、距離としては本当に京都と草津で目と鼻の先という感じではあるんですけれども、やはり知名度がすごく差がある。そういった中でやはり草津と聞いた時に、例えば私たちの草津焼きだったりとか、あとはそこに根付く文化までパッと思い浮かんでいただけるような、そういった一つのアイコンみたいなものにしていければいいかなというのは一つ考えています。そうですね、一つこだわりとしては使われている姿をしっかり想像するということがあります。どのように手に持たれて、どのように口に触れて、あとはどのように生活の中にあるのかというところですね。そういったところをしっかり想像していくというのが一つテーマにあります。使いやすい形というのを追求していくと、ある程度の制限が生まれてくるんですけれども、その制限の中でどれだけの何て言うんでしょうかね、どれだけの自分の衣装性というか、そういったものを反映させていけるかというところにこだわっていますね。これは一つやはり明確にコミュニケーションというのがありますね。例えばろくろを回している時にろくろの形が変わっていく過程ですとか、やはり土にとっての対話があります。ただもう一つは器を通じてお客様というか使い手の方々とするコミュニケーションになります。でいろいろな性別の、あとはいろいろな年齢の方、あるいはいろいろな手の大きさの方がいて、でそういった人々の生活にどう溶け込んでいくのかとか、そういったことを常に考えながら制作をしていて、その中で手に取っていただくことがあると、その方のコミュニケーションが成立したような感覚があって、それが非常に一つ喜びにはなっていますね。そろそろ粘性が取れてきたと思う。感じでよろしいでしょうか。
片口抹茶碗という道具があって、抹茶碗にそれこそ口がついていて、で抹茶をそこで立ててラテとかにして注いでいくみたいな道具なんですけれども、それって日本の文化には全くないわけです。日本でそんな片口抹茶碗があったら何これって言われるような道具なんですけれども、抹茶文化自体がその海外に明確に根付いて、でそれで海外で抹茶がたくさん飲まれるようになった結果、そのまま回し飲みとかじゃなくて、抹茶で立ててそこから注いでいくという文化が、形が根付いて、でそれで器の形としてその片口抹茶というのは生じたという感じではあって、でそういったものがその海外で求められるようになっていくという過程があって、そこに迎合するのかどうかというところですよね。で私はその中で片口抹茶碗という形自体がすごく好きで、私もその濃茶という文化で回し飲みというのはあまり好きではないんですよね。それで価値観として非常にそこでそぐうところもあったので、それは自分の中で片口抹茶碗として非常にいいデザインが思い浮かんだので、それを反映させて作っていったことで、海外のギャラリーからも結構引き合いがあったということもあったりして、海外だけではないですけれど、いろんなところに何が求められているのかとしっかり考えて、でそれを自分の中に取り入れていくみたいなことを常に考えていくというのが大事だと思います。本当にいろんな今までのそういった出会いがあったわけなんですけれども、国をまたいで普段だったら触れ合わない方々、非常に印象に残っているのはインドの方で、シーシャが好きな方だったんですけれども、依頼をいただいたシーシャボールというそのシーシャの道具を作っていて、でそれを見てすごく私そのシーシャボールのことが好きになっていただいたみたいで、でもそれって私が焼き物をしていなかったら絶対につながらなかった縁でもあって、そういった縁というのは常にたくさんあるというか、そういったところも含めて、焼き物が私の人生に残してくれている、自分と社会と接続してくれる橋というか、そういったところは非常に明確にある意味合いですね。はい、自分の中に2つ軸がありまして、草津の内側での姿と、あとは草津の外側で示していきたい姿というのがあって、例えば草津の中でいうと、その地域の教育機関とかと連携して造形事業とかを担っているんですけれども、そういったところも含めて草津の中でより根付いていきたいというのがあります。それが10年20年先もより深く根付いていきたい。そこからやはり草津に来ていただく時の一つの目標になれたりとか、あとは草津の方に好きになってもらう、草津が好きになってもらう時の一つの理由になりたいとは思っています。もう一つの軸としては草津の外側でいろいろな草津焼としていろいろな価値を届けていきたいというのはやはり明確にあるところではあって、国内だけにかかわらずいろんなところでよりこれからも広げていきたいというのはありますね。草津に対してのある種の恩返しみたいなところはあると思います。ですので地域のそういった焼き物として私たちは生きているという側面があるので、草津の中で一つのアイコンになれるような存在になることで、やはり草津に対してもいろいろな恩が返していけるのかなと思っていますし、そういった一つの焼き物として定着していきたいなと思っていますね。